ステアリングシャーシ中央が曲がることでタイヤの向きが変わるコーナースピードの向上を狙ったシャーシでした。これを作ってからずっと広いコースで走りたいと願っていました。そしてその時が来ました。今回はフェンスカーコースを走るステアリングシャーシを作ります。早速シャーシを作ります。モーターは130を搭載します。駆動がしっかりと出るように調整を繰り返します。リアも作ります。軽量化のためできるだけ無駄のない作りにしています。前後の試作シャーシができたので組み合わせてみます。スルスルと曲がります。接毛部はベアリングです。上下の型はあります。バネパッツを取り付けてみます。上下の押さえになると思いましたが柔らかいので微妙です。バネパッツにカーボンロッドを使うことにしました。真似てみたら程よいしなりとしっかりとまっすぐに戻る性質がありました。接合部の設計も変更して上下の型を減らしました。試作シャーシは一旦ここまでにします。使用するモーターを選びます。何ですかこの異様なオーラを発するモーターは。ユトリンさんの手巻きモーターです。どういうこと？私も驚いていますが超ルール無用 JCJC の後にいただきました。ありがとうございます。つまり JCJC で 1.697 秒を記録した時のモーターということです。それではこちらのモーターを使うんですね。私も自分で巻いたモーターで走りたくなりました。そして最高のお手本がここにあります。こちらのモーターを参考に2羽から手巻きモーターを作ります。いろいろと買ってきました。エナメル線を巻くコアから違いますね。片軸モーターの小赤い忘れてるので作ります。モーターを分解します。巻かれているエナメル線を切断します。エナメル線をほぐします。謎プラスチック板を外します。コアが取り出せました。ユトリン酸モーターと比べると金属部分が短いです。ここを長くすると電磁石部分が大きくなり磁力向上が考えられます。なので金属部分を追加して延長します。使用する磁石と同じ長さにしました。磁石はネオジムを採用しています。かなり強力です。コミュテーターを取り付けます。モーターに収まらないです。コミュテーターの根元が長すぎます。根元を切断して詰めます。切断後ヤスリで整えました。取り付けます。いろいろと配置も調整してコアができました。モーターのシェルにはリューモーターを使っています。よくルール無用で使っていたので。そして側面にはネオジム磁石を取り付けました。エナメル線を巻いていきます。一つ巻き終えました。あれ、何巻きしたかわからなくなりました。配列表を書いて巻き直しました。すべて巻き終えました。いいね。念のためショートしていないかを確認しておきます。まあ大丈夫です。バチバチショートしているんですけど、どうやら金属部はカバーか塗膜で絶縁する必要があるようです。コー取り出しの際に外していましたね。でもエナメル線なら元から絶縁されているのでは。巻く際に金属状根面の角に線が当たるのでそこでエナメルがわずかに離れたのでしょう。エナメル線を切断します。ほぐします。コアに戻りました。絶縁板を取り付けます。これだけだとまだ不安です。パーツクリーナードン、リンシャカシャカ、乾燥、マスキングをします。金属部を塗装します。塗膜で絶縁するのでかなり厚めに吹きかけます。垂れるくらい吹きつけましたが内部まではスプレーが届いていません。タッチペンで筆塗りします。内部もしっかり塗ります。マスキングを剥がします。しっかりと塗膜が乗りました。ここまでやれば絶縁は問題ないでしょう。巻き直します。エナメルを溶かしてコミュテーターに通電させます。通電チェック。コミュテーターとエナメル線は通電しています。ショートチェック。金属部とは通電していないです。塗膜に加えて絶縁板も併用なので絶縁はバッチリです。ハンダ付けします。通電が良くなる気がするので若干盛ります。これでローターができました。初めての手巻きだったので色々と問題が起きましたがなんとかしてここまで来ました。ユトリンさんのものと比較。巻きの綺麗さの格が違います。技術の蓄積が一目でわかりますね。自分のローターもまた誇らしく見えます。シェルにローターを入れます。コミュテーターを取り付けます。エンドカバーを取り付けます。ベアリングが取り付けられるものです。こちらもいただいたものです。本当に大感謝ですね。庭から製手巻きモーターの完成です。愛着が湧きます。あとはこれが正常に回るかです。モーターチェック。それでは残りのパーツを作っていきます。ローラーもいただいたものを使います。ベアリングを圧入します。切り出したカーボンロッドにローラーを取り付けます。銅板からモーターとバッテリーをつなぐ電極を作ります。切ります。厳しかったのでニッパーで切ります。導線をハンダ付けします。大電流を流すので太いものを使っています。バッテリーとモーターをつなぐ電極パーツができました。最終版のパーツたちを印刷しました。すべてのパーツが揃ったので組み立てます。車軸にフランジベアリングを取り付けます。シャフトを差し込みます。クラウンギアを取り付けます。スペーサーを取り付けます。ホイールを差し込みます。フロントにカーボンロッド固定具を取り付けます。カーボンピンで固定します。リアにカーボンロッド固定具を取り付けます。カーボンピンで固定します。スキットローラーを取り付けます。固定します。連結部にベアリングを取り付けます。連結パーツを取り付けます。カーボンピンで固定します。前後シャーシを連結します。カーボンピンで固定します。ローラーステーに結束バンドを差し込みます。接着剤を塗ります。ローラーを取り付けます。ローラー固定具を取り付けます。結束バンドを締め上げます。足を切ります。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 丁寧にカーボンロッドを固定するための接着剤を塗ります。カーボンロッドを取り付けます。バッテリーを搭載します。モーターカバーを取り付けます。ネジを差し込みます。固定します。
できました。手巻きモーター搭載超速ステアリングシャーシ。マシン名はトンボです。フェンスカーコース走行用のマナルシャーシとして開発しました。ローラー幅はコース幅いっぱいです。曲がる機構はシンプルに質型を抑えています。固定部の多くをカーボンにして軽量化しています。シャーシの素材もカーボン配合ペット G フィラメントです。モーターは庭から手巻きモーターです。重量チェック 70.5g。 基準がわからん。駆動チェックの前にグリス塗り塗り。速すぎ脱輪、タイヤ取ってチェック。スルスルグッドです。音かっこよすぎ。曲がりチェック。固めですがしっかり曲がります。超速い想定なので硬くないと曲がりすぎてしまいます。反発もいい感じです。振動も少なめでグッド。可動部の上下のガタつきチェック。かなりガタは少ないです。高速走行ではガタの影響が強く出ると考えてここは特に調整しました。カーブでシャーシが曲がることの利点。カーブの方向にタイヤが向くことで横滑りによる減速を軽減します。シャーシが曲がらないと横滑りします。ローラーステーが壁と垂直になることでローラー幅が常にコース幅いっぱいになります。シャーシが曲がらない場合、曲がる場合、壁との隙間がなくなっています。それでは会場に向かいました。の前にタイヤを接着しておきます。さらに生放送で3回走らせるので別セッティングでマシンをさらに作りました。全アルミローラーのコースアウト対策版です。それでは会場へレッツゴー。会場に着きました。これがあのフェンスカーコースウキウキです。コースレイアウトは国際標準というものです。カーブが多くてステアリングシャーシがいきそう。走行はこの中央レーンを3周ですね。消火器よし。最終調整で絶縁体を抜くなねスタート方式にしました。電源を入れてからのタイヤ空転からのタイヤ抜け防止ですね。1走目はスピード重視ローラーセッティングでいきます。5。加速していくが、コースアウトです。別地点。ナネスタートが弱すぎて速度が乗るまでタイヤがスリップしています。ここのストレートでマシンがレーンから外れているので手前のカーブでマシンがアウト側にロールしてコースアウトしたことが分かります。そしてそのままドーンですね。2走目は安定ローラーセッティングでいきます。2走目。電源を入れたらタイヤが外れてしまいました。絶縁タイ入れてましたよね。本番でモーター交換をした際にうまく絶縁されていなくてタイヤが高速で空転してしまいました。タイヤと絶縁タイの再取り付けには10分以上かかるので3走目はリタイアしました。放送終了後フリー走行会になったのでリベンジです。5。大クラッシュです。0.5 倍速。手前のカーブセクションではタイヤがスリップしていましたがその後にタイヤが噛み合い猛加速してドーン。飛び出してこの速度なので奥側のストレートではかなりのスピードが乗っていたでしょう。スローも取っていました。スピードが乗り始めたカーブでシャーシはしっかりと曲がっています。曲がりの角度もいい感じですね。芸術的な回転をしながらコースアウトしました。これはもうドラゴントルネードです。そしてこの回転はマシンがカーブでとてつもなくロールしていることを意味しています。マシンはこうなりました。かえって反省会をします。まずローラー幅が狭かったです。コース幅と同じ115だとマシンが挟まって動かないと思いましたがそれでも走るとのことでした。モーターの縦置きが悪かったです。この場合タイヤとモーターの回転が縦と横で直行するのでカーブでジャイロモーメントがいろんな方向にかかってしまいます。これによりマシンが上を向いたり外側にまくられたりと非常にコースアウトしやすくなっていました。対策としてはモーターを横置きにしてタイヤとモーターの回転でジャイロモーメントを相殺すれば良いです。あとは絶縁体を取り付ける想定ではなかったのでナネスタートがしづらかったです。ここはナネスタート用の設計にします。タイヤはシリコン用の接着剤を使います。初めてのフェンスカーコース走行ということで反省点が色々と出ましたね。ですがとても可能性のある走りを見せてくれました。そしてしっかりと速い手巻きモーターも作れていたようです。楽しすぎる。結構なスケジュールで作っていたから急に眠気が。ここはまさか。それではまた、のし。